休み土日なのでちょっとねツアー参加しました。でね、24,000円1日でやばいっす。日本だったら12,000円ぐらいだツアーっていう感じですね。今ね待ち合わせ場所にいるのでこれ出してみましょう。しばらく歩いてバスに乗ります。ここで改めてチェックインをして船に乗るヨットハーバーみたいな感じですね。なんでしょうね、なんか知らないですけどケントログルーボディパス1って書いてますね。ちゃんとアイティナリーって書いてます。いいですね、大事ですね。これを覚えておき、番号覚えておきまして、1番なんで適当なんだよな、あの人の番号。適当に番号振られるんですけど、なんか連番じゃなくて適当になんか思い切ってそれやると座るか。船が通ってもうそろそろモートンベイという湾に出る感じです。軽井沢が見えますね。なんて書いてある。なんとかクイーンなんたらシーズコンタムディシーズ書いてます。そういう入客ターミナルがここにあるんですけど、結構近くにあります。ロイヤルカリビアンですね。太平洋横断してきたんですね、ロイヤルカリビアン。これ何でしょうね。これ何の船でしょうね。これね。すごいな。シーカヤックやってますね。これ湾を横断してるんでしょうね。すげえな。もうオールで漕いでるな。パドルじゃなくて。いいの来ましたね。風強い。
というわけでビーチにね来ました。この目の前実は道路だそうです。砂浜だけど道路で車がで、基本的に道路のど真ん中に座ってるみたいな状況にちょっとなっているということですね。ここは道路です道路に見えないけどね、まあ道路ですという感じですね。これあれです、なんかこのSUP ですか、 SUP とか向こうに行って借りてくる感じっぽいんで、ちょっとそっちまで行きます。そんなに爆発ないですね。風が結構あるんで割と涼しいっていうか、そんな暑くないって感じですね。あれがなんかナンパ船みたいです。残骸。というわけでね、シュノーケリングをして終わってっていうところなんですけども、船を持ってきたんですが、ウミガメもイルカも、遭遇はなかったですが、船の周りっていうかね、沈没船の周りにそれなりに魚がいるっていう感じでしたね。いやこれ別に240ドルのプランじゃなくても多分同じだったんじゃないかなってなんとなく気づき始めました。実はなんか SUP を乗っていいんですけど、ビーチから乗ったら落ちて、で落ちた時にメガネが取れて足つかないとこだったんで、それでもメガネなくなっちゃったっていうね。いやメガネねいくつか持ってきてるんで、大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、ちょっとメガネなくすときついですね。気をつけないと。ストラップつけておくといいんですけど、スイカとかが出てきます。高いわ。Dolphins, turtles, and dugongs. Dugong. これがジロンとかイルカをね探していたらしいです。 And when we do see something in the water, it's most likely going to be a shadow that we're looking for. A smaller one's going to be a turtle, and a larger one a dugong. Oh look, there's a starfish. One of my favorite pastimes of television. You wouldn't guess it, but a dugong is more closely related to an elephant than a whale. Two might be a mother and calf. So dugongs are actually quite smart where you can legally feed them, and that's because they do know each dolphin by name. Firstly, so good to say hi. Australia actually has the largest population of dugongs.
just on top of the surface. You might come back up for another breath. And also for Logan and Benjamin. Tipsley. Start to come back up, I think.さあここからね20分ぐらいバスに乗って帰る感じですね。いやーなんかなんだろうな、結局シュノーケリングをしに行っただけっていう感じですね。正直もっと安いツアーありましたね。というわけでね、来た場所最初出た場所にね戻ってきました。いやーメガネなくしちゃいましたね。ちょっとこれからアパートメントに行くんで基本的にちゃんと見えてないんですよ。さあ帰れるんだけどちょっと面白い。結婚式やってるんですね。いやーおはようございます。皆さんね旅行に行くとねたまに爪伸びてきたなとかなりません？私なってもちろん海外旅行とか行くときはねだから爪切りとか持っていくんだよと、そういうのねひとしきりちゃんと持っていかれてる方ほとんどだと思います。日本のね国内の旅行とかでもそうかと思いますけど、日本の場合ねコンビニとか100円ショップとか見つけて買えばいいじゃんっていうねあるんで、あんまり気にしてない方も多いと思います。ただ海外旅行に行っててやべえってなった時にダイソーとかあるのっていうチャット GPT に聞いてみたんですよ。いやどうしたらいいですかって言ったら、いやダイソーとか行ってみたらどうですかって言われて、オーストラリアあるっぽいんでGoogle マップで見てみたらなんと徒歩10分のところに2つダイソーがありました。で日本は100円じゃないですか基本、確かね280円ぐらいなんですけど1個ねここだとオーストラリアだとね、それでもね多分現地で買ったら多分物価的に1個多分爪切り日本よりなんか微妙なやつで1000円とか取られてもおかしくないので、いやダイソーってことは日本と同じものを基本置いてて、値段は280円ですけどっていうところは結構安心感あるのでちょっとね行ってみたいなと思います。というわけでね今ちょっと昼休みに職場から出てきまして、10分ぐらい歩いたところにねダイソーがあるのでちょっと今ねちょっと目の前にあるんですけど、この建物ですね、ハングリージャックスっていうのが入ってるところの中にダイソーがあるっぽいです。こんな感じのモールですね。2階にあるみたいです。2階が2階ってどこなんだろうっていう感じなんですよね。なさげマジわかんない。あったもう一個上だ。唐揚げの匂いするんですよね、建物全体に。すぐ後ろにダイソーがあります。すごい、今の時代に DVD 屋さんがある、そんなことあるんですね。ダイソー結構広いな。ダイソー結構広くないですか？早速爪切りありましたね。どれでいくかな。1個300円なんでこれでいくか。これでいいの？他の商品もちょっと見てみますか。
飯高いんで外食多分そのマクドナルドじゃないですけど日本でいうバーガーキング名前違うんですけど1500円ぐらいでしょ。うまい。ポテトうまいです。昼飯に1500円が安いって感じられるってすごいですよね。日本だったら多分940円とかそのぐらいですよね。うまいですね。こんにちは。ちょっと今日はね仕事帰りに、ちょっと今住んでるところもいいんですけれども、ちょっとね別の良さそうな場所があるので、そこはちょっとどんな感じかっていうのをですね偵察しにちょっと歩いていこうと思います。後ろに見えているのがですねブリスベン川ですかね。街を中心にこう流れている、川になりまして、そこの歩きながら行ってみたいなと思います。この川の渡った向こう側橋川のたもとあたりがちょうどその良さそうな宿っていうかアパートがある場所ですね。まずですね向こうにかってる歩く人専用の橋があるので、そこから渡って向こう側に行きたいと思います。ちょっと瞑想し始めましたが、初めてこの辺来たんですけど面白いですね。なんかシドニーよりも全然こうなんか綺麗な雰囲気の街ですね。私はなんか昔よくシドニーに住んでたんですけど、なんか全然シドニーよりいい街ですね。ここ初めて来ましたけど、あれが橋なんで多分そこのがたもとなので、そこから渡れますねきっとね。すごいですね。なんか平日にすごいこうディナーをね平日にディナーをしばくという、いいですね。というわけでねトイレを出てようやくこの橋を渡ってます。歩行者自転車オンリーみたいな感じですね。こう街並みを見てると割とね綺麗ですよね。でね海外のね公衆トイレがどういうものかっていうのをですねこう考えるのを一旦やめてしまうとですねとんでもないことになるというのがありましたが、なんとかやりました。マジでチャリで通勤とかね、チャリで移動とか全然ありだと思います。こんな感じでねいいっすよね。日本の場合これやろうとしてもやりきれないっていうか土地がなくてできないもの、ここ渡りたいんだよ。スイス行かないとやばい。スイス行かないとやばいここはこう渡る。ちょっとここね今来たここ難しいですね、渡るのがね。なんか新しい建物がこっちやっぱ多いですね。全体的に新しいビルバンバン建ってますけどね。多分ここですかね。ここら辺だと思いますが、あれ着きましたね。本当にこれいやここじゃないんじゃねえかもんだよな。ここだよな。イルモンドブティーク見るもんですか。ここか。こういう感じか。気づいたらですね橋を渡り終えました。アンダーブリッジはどこなんでしょうね。もうアンダーブリッジじゃねえじゃん。もうなんか海岸に着いちゃってるじゃん。
ちなみにジャンっていうのはですね、神奈川の方言です。まあ、東京でも全然使うんですけど、関西の人からすると気持ち悪いやつですね、ジャン。どうするの、バス乗る意味なくなったじゃんレベル感です。はい、こういう感じでね、はい、反対ようやく出ましたということですね。はい、というわけでね、ちょっと歩いてきて、ちょっと宿向かう前に、ちょっとね、スーパー寄っていこうと思います。着きました。今日はね、バッカー2倍の世界でできるだけですね、安いものを買っていきたいなと思ってます。ですね、野菜のサラダの葉っぱと今ね、マッシュルーム出汁出ていいんですよね。ラズベリー4ドル、これはちょっと安いっすね。これ400円。いちご330円。なんだラズベリーとかトマト1キロ490円。これもいっとくか。500円。1キロ500円って一体何なんだろう、よくわかんないんだよ。感覚的に。でもこれすごい匂いがいい。匂いフレッシュ。これも買っときますか。いいですか。マサフィレ。これは800。ないです。味どうかなっていう。いいやつじゃないですか、割とね。ね、ちょっといただいていきたいと思います。結構なかなかめですね。日本のやつは結構ブラジル産のお肉だと思うんですけど、多分ね。やっぱこの辺やっぱね、オーストラリアやっぱ現地産ですね。であるがゆえに結構原価も高いんでしょうね。オーストラリアって12個の卵1ケース1パック10ドル1000円ぐらいするんですよ。安いやつで。高いやつだともっとするんですけど、安いので1000円する。日本って最近卵の値段高くなりましたけど、それでも1パック200円台から300円とかそれぐらいじゃないですか。安ければちょっと200円を切りかけるみたいなことも最近あるのかわかんないですけど、そこからするともう5、6倍の値段なんで、なんていうか金銭感覚がバグるんですよね。卵って安いプロテインじゃないのってこんなるじゃないですか。でその常識がなんかもう崩れ落ちて、何食べたらいいのって逆になっちゃう。で一方で日本と同じぐらいの値段のものが割とあったり、逆に日本で買ったらあまり流通してなくてすごい高額になるようなもの、例えばビーガンとかグルテンフリーのものとか、そういうのが割とあって、日本で買ったらこんなあんまり売ってないからすごい高いんだろうなみたいなものが結構、そこそこの値段で買えたりしますね。で基本的に1個ずつの
これもそうですけど、分量が割と日本よりも大きいので、そうすると量に対する値段っていう考え方で言うと、1個ずつというよりは1個の分量が日本の 1.5 倍とか2倍ぐらいあったりするので、そうするとグラム単位に直すと意外と安くなったりみたいなことは結構あるんじゃないかなっていう感じですね。皆さんはケバブに何ソースかけるんですけど、日本だと大体辛いソースか辛くないソースかどっちかみたいな、辛さの調節みたいな感じが多いですね。ここはなんかハマスとかいろいろありましたね。ハマスとかガーリック、とかなんかいろいろありましたね。うまい。フライドポテトは結構うまいですよね。オーストラリアってね。フライドポテトうまい。うまいですね。ちょっと今日、スーパーでね、お買い物してきたら見ていきたいと思います。トータルがですね、はい、29ドル90セント、3000円ですね。3000円の中身見ていきましょう。一つは、このタスマニアンサーモン 200g ですね。約 180g かな。これがね、確か10何ドルかな。14ドルで1400円です。これ1個で。ちょっと高いですよね。日本だったらこれ、高くても980円とかですかね。あと、このディップ、フモスってやつですかね。日本でいう。これ2つで700円です。高いっすよね。改めて言うと高いな。あとこれはクリームチーズですね。これは確かね、結構安くて、400円ぐらい、390円ですね。こういうの日本ではなかなかないものなんで、こういうものを買うと日本でも結構高い印象ですね。あとこれは、シリアルバーみたいなナッツバーですね。美味しそうですよね。これね、安かったんですよ。これね、500円。多分日本のこれぐらいだったら500円ぐらいで売ってんのかな。でも輸入品だから500円っていう感じで、もし国産品があったらもっと300円とか、そんぐらいなのかもしれないですね。350円とか。いや、これだけで3000円なんですよ。ちなみにこれは違いますよ。これは胡椒です。これで3000円です。どうですか。ちょっとサーモンとかね、スモークサーモンとかちょっと高めのものですけど、でもね、これがね、オーストラリアの値段感ですね。現実的な。はい、ベジラーマというですね、お店ですね。インド料理でベジタリアンオンリーということですね。セントラルステーションの目の前にというわけでね、先ほどのね、ベジタリアンインド料理の店、基本テイクアウトです。テイクアウトはその場でね食べれるんですけど、もう店がね6時でもう閉まるということで、もうちょっともうしまいなんですけどみたいな感じでした。で残り物しかないよっていうんで、残り物でこれカレーのねパック、ご飯とカレー、これで1000円で、サモサが1個500円
でした。なのでこれも1000円2000円ということで、サモさんねタレくれました。このタレは僕ね見たことないタイプのタレですね。前ね厚木のすごい上にある相川町っていうところのセイロンなんたらってあったと思うんですけど、そこのねインド料理系めちゃくちゃバカ安だったのに比べるとなんかね、これでも多分オーストラリアで安い方なんでしょうけどね、なんか違いを感じますね。早速ねこのタレからいってみたい。甘いね。タレが甘い。シロップみたいな。シロップと果物と酸味、果物だな、果物の甘みだね。まあこれなんかね砂糖という果物だね。カレーいってみよう。カレーうまい。ベジタリアンなんですよね。カレーうまいな。うまいわ。うまいわ。なんでこんなうまいんですかね。じゃあちょっとサモサ結構大きいですね。1個500円のサモサいってみたいと思います。ちょっとタレつけて。ベジタブルサモサで。前厚木の例のセイロンなんとかに行った時ビーフサモサってあって、大丈夫なそれってちょっと思いました。ポークがなかったので多分イスラム系なんですかね。甘いですね。全然そのスパイシーではない。うまいわ。うまい。セントラルステーションのは中央駅ブリスベンの目の前あたりですね。お店で。うまい。お米ねあるのでそれでまた食べたいなと思います。パンを追加していただきます。うまい。うまいね。うまい。めっちゃうまい。